こんにちは。イタリア暮らしのリリマルです。今回は生後2ヶ月の息子と妻との休日の過ごし方をご紹介します。子育ても2ヶ月目に突入して、慣れてきた部分もちょいちょい出てきて、でもまだまだわからないこともたくさんあって、正直まだまだ大変な状況です。そんな僕たちの休日の様子をお届けできればと思います。それではよろしくお願いします。このチャンネルではイタリアでの暮らしの様子や感じたことを紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。起床はだいたい6時から7時くらいのことが多いです。休日も平日もだいたい同じくらいの時間に起きるようにしています。僕は朝方なので、このくらいの時間の起床は特に問題ありません。で、夜中は妻が息子のミルクやおむつの交換をしたりするんですけど、朝方から僕が引き継ぐような形になっています。で、息子はだいたい6時前くらいからミルクを欲しがるので、この時間にバトンタッチするのがちょうどいいのかなと思っています。妻が担当している夜中のケアの方がしんどいのは承知しているつもりです。で、2人で話し合って、平日仕事がある僕は夜間は可能な限り寝て、朝方妻とバトンタッチするというような形をとっています。で、その後妻は数時間まとまった睡眠時間を確保するという形で、2人の睡眠をやりくりしているというような状況です。子育て期間にかかわらず睡眠時間の確保は本当に大切だと思ってます。睡眠が足りない状態で活動してもはかどらないし、イラついたりしていいことがないと思ってます。例えばこの間睡眠不足な状態で会社の会議に出席したんですけれど、こんなに頭が回らないのかと自分でもショックを受けるようなありさまでした。ということで2人ともなんとか睡眠時間を確保できるように工夫しています。育児経験者の方で育児中の睡眠時間を確保する工夫などもしあるようでしたら教えていただけると嬉しいです。で、起床後は1時間くらいかけてゆっくり息子にミルクをあげます。息子はすぐにミルク吐いてしまうので、ゆっくりミルクをあげてこまめにゲップさせて、ミルクを飲み終わった後も上半身を起こした状態で抱っこしたりと1時間ほどケアの時間を割いています。その後はだいたい息子は寝てしまうのでそっとしておくようにしています。幸い息子は朝方おとなしいのでベッドに寝かせて、自分は他の作業をすることができています。まだ寝返りも打てないのでベッドの上にクッションとかで囲いを作って転落防止としていますけれども、もうすぐ寝返りし始めると思うので、きちんと新しい安全な場所を確保する必要があるかなと思っています。朝はだいたい洗い物から始まります。基本的には前日の夜に全て物を洗うようにしているんですけれど、疲れてしまった時やバタバタしてしまった時は翌朝に持ち越すこともあります。で、息子の哺乳瓶やミルクの保存容器は、だいたい深夜も使うのでだいたい何かしら毎日洗う必要があります。洗い物は結構好きな家事なので少しずつ片付いていくというのが小さな達成感があって好きな家事の一つです。でも最近ちょっと洗い物が多いので、手が荒れてきてちょっと辛いなっていうところもあります。で、洗い物しながらイヤホンで音楽やラジオを聴いています。現代人っぽくて時間をなんとか活用したい、タイムパフォーマンス的なことを考えたりするんですけど、何かためになりそうなものを聞いたり、昔はしてたんですけど、正直何かしながら勉強しようとしても集中できないので、正直あんまり意味ないなっていう結論に至りました。なので、イヤホンで何か聞くときはだいたい好きなものを聞いています。ラジオだったり音楽だったり。で、ちなみにイヤホンは外部音取り込みの設定にしてあるので、息子が泣いていたら聞こえるようになっていますし、ちょこちょこ目を配るようにもしています。
洗い物が終わって息子の様子をチェックします。でおむつを交換したりあやしたり、そんな感じで時間を過ごしています。で息子を落ち着かせてちょっとくつろいだくらいの時間で妻が起きてきます。だいたい9時か10時ぐらいになりますね。で妻が起きてきたタイミングでコーヒーを用意します。で僕はアメリカンコーヒーで妻はカプチーノっていうのがいつもの定番です。でコーヒーと合わせて朝食を用意します。いつもはシリアルやオートミールなど比較的簡単なものを食べるんですけど、この日はその食材切らしてしまっていたのでトーストにしました。でトースターがないのでフライパンでささっとトーストします。うちはというか僕があまりバターを使わないようにしているので、ちょっとケチっぽいですけど、4枚に1個のバターで済ませました。でそのトーストにメープルシロップをかけて朝食完成です。で簡単で甘くてで朝にぴったりなメニューですね。でちょっと間に合わせ感がある朝食ですが、だいたいいつもこんな感じです。で朝食を済ませて妻が息子にミルクをあげます。で生後約2ヶ月なので息子はだいたい3時間に1回くらいのペースでミルクを飲んでます。でいつも時計のように、正確な時間にぐずり始めるので、その時間に正確っていう点は日本人っぽいなっていうのはちょっと思ってます。で息子は満足するとだいたいそのまま眠ってしまうので、その間はようやく夫婦2人でゆっくりできる時間になってます。でその時間は話をしたりテレビを見たり、リラックスした時間を過ごしています。ちょっとゆっくりした後は妻は息子に付き添って、で僕は他の家事を済ませるようにしてます。洗濯をする時もあれば掃除をする時もあって、でこの日は掃除をしました。最低でも1週間に1回は家全体を掃除するようにしています。すぐにホコリが溜まってしまうので、本当はもっとこまめに掃除したいんですけど、今はこんな感じです。掃除が済むとゴミをまとめます。でこれは休日だけってわけではないんですけど、おむつなんかはすぐに溜まってしまうので、これもこまめに捨てたいところです。でゴミ出しの曜日は特に決まっていなくて、でコンドミニアムの前にある大きなゴミ箱にいつでも捨てられます。で他の細々とした家事もこのタイミングでこなしています。何もしないとすぐに家が散らかってしまうので、生活環境を保つだけでも結構なエネルギーがかかるものだと思います。で洗濯物を畳むのもそういったものだと思っていて、でリグリア州は地中海性気候で、基本的に温暖で天気がいいんですけど、それでも冬場はやっぱり寒いし、天気が悪い日も結構あります。でそんな時は洗濯物をヒーターの上に乗っけて乾かしてます。でこの日は前日に息子の服を洗ったのでそれを干していました。でこのタイミングではその服を畳んで片付けてます。でこの息子の服は妻の妹や親族の方から譲っていただいたものなので、一着も自分たちでは買っていません。でおかげで本当に助かっています。で赤ちゃんはすぐに成長するのでサイズもすぐ合わなくなるんですけど、その都度買っていたらお財布が大変なことになっていただろうなっていうふうに思います。本当感謝してます。そんな感じで過ごしているとあっという間にランチの時間になります。でランチは余り物を使ってトマトとモッツァレラのリゾットにします。でちょっと寂しいメニューですけど、シンプルで美味しいので、いいかなと思ってます。で食材があまり残ってないので買い物に行かないといけないんですけど、買い物は基本的に週に1回か2回行ってます。で僕は運転免許をイタリアのものにまだ書き換えてないので、妻しか運転できないというような状況です。なので買い出しはいつも妻に任せています。で街で一番大きなスーパーにはピックアップサービスがあって、アプリで買いたいものを選んでピックアップの時間を指定すると、そのスーパーの外のピックアップボックスっていうのがあって、そこに商品が用意されているっていうようなもので、とても便利
なサービスがあります。で車でスーパーまで行ってただピックアップするだけなので、妻がそれをやってくれていて、僕は家に残って息子のケアをするっていうような形をとっています。妻はお米が好きなので、リゾットは結構好きなメニューの一つなんですけど、作るのにちょっと時間がかかってしまうので、その点ちょっと手軽感がないかもっていうふうに思ってます。でも、やること自体、その調理工程自体は少ないので楽っちゃ楽なので、時間があるときは作るようにしてます。でじっくりお米がアルデンテになるまで待って、最後にモッツァレラを加えて少し溶けてきたところで完成です。で本当は野菜も取りたいんですけど、ちょっとこの日は気力がなくて作れませんでした。でランチ時は息子もお腹が空いているので、妻は息子にミルクをあげながら食事することが多いです。で息子がぐずる時は僕があやして、でその隙に妻がご飯を食べちゃうっていうようなやり方をなんとかしています。で妻が食べ終わると僕が食べる番になります。その料理が冷めてしまっても、仕方がないかなと思ってます。で息子はミルクをよく吐いてしまうので、そのミルクを飲んだ後にしばらく抱っこして、ミルクが胃に落ちていくっていうのを待ちます。それでもミルクを吐いてしまうことが多いので、お医者さんに相談はしているんですけど、ゆっくりミルクをあげたり、その飲み終わった後に上半身を上げておく、立てておくっていうようなことをする、というのがいいということでした。でいろいろ試してはいるんですけれども、なかなか良くならないというような状況が続いています。でいずれにしても、成長とともに儚なくなるらしいので、そこまで気にしなくていいというようなことを言われました。でこの後はベッドルームで家族3人でお昼寝します。で休みの日はだいたいこんな感じで過ごしています。で最近は、子育てに集中していて、なかなか外出はできないんですけど、日々成長している息子とかけがえのない時間を過ごすことができていると思っています。今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。またいつもご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録、コメントいただけると動画制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。それではごきげんよう。